はい、最初のところ見てください。これはこの大学病院かな。大学病院、大学に今付属している病院のこれですね、見てください。ここに大学に付属している A6 大学、さっき卒業式をしていた大学は A6 大学でしたけどの付属病院、 A6 大学についている A6 大学にある病院ということですね。付属病院です。この、胸像というんですけど、胸より上の像ですねがたくさん並んでいますね、ここにね。つまり、とても歴史のある大学という意味ですね。歴史のある大学です。昔から続いている大学ですね。はい、このシーンでは手術室から声が聞こえてきます。2人が会話しています。1人の人が眠そうだな、斉藤。で、この斉藤さんが言ってますね。うん、さっきまで当直だったから。当直、ごめんなさい。当直っていうのは、お医者さんは夜、時々仕事をしないといけないですね。昼間ももちろん病院は空いているんですけど、夜も患者さんは入院して病院で寝ている人がたくさんいます。その人たちのために夜のシフトもありますね。その夜のシフトを担当する人のことを当直と言います。さあ、これは中ですね。さっきの手術室の中ですね。はい、2人の人がいます。そして、このちょっとこれに戻して、はい、これが1ページなんですけど、コマの読み方は皆さん大丈夫でしょうか。この1ページがあるとき、どこから読むのかっていうことですけど、まず、えーこの横に、ここにまっすぐ割ってありますね。そうすると、まず最初に読むのはこの部分で、こうなってたら、ここが1番ですね。そして次にこう割ってありますから、ここが割ってありますから、この中の上から読みますから、ここが2番、そしてここが3番ですね。の後にこの割ってあるのの後ろ、ごめんなさい、割ってあるものの下を読みますから、ここが4番です。こういう形で進みます。もし最初にここがこう縦にこう割ってあったら、ここが1番になりますね。はい、この一つ一つをコマと言います。はい、じゃあまた大きくして読んでいきましょう。はい、ここですね。昨日の朝からもう24時間以上ここにいるよ。はい、そしてこの人はゴシゴシと言っていますね。これは声じゃなくてオノマトペです。手を洗うとき、このことですね。このことをゴシゴシと言いますね。だからこの人が言っていることじゃなくて、えそういう音がしているということです。見るとこの人が話しているときはここにこうなってますね。そしてこの人が話しているからここにこういう、尖っている、こういうとんがっている部分がありますね。でもこっちはありませんよね。これはオノマトペです。手をゴシゴシしているという意味ですね。はい、で、そして2人ともも
24時間以上働いているということです。長いですね。24時間ずっとですよ。はい、この手を洗っている人が、教授の実験の手伝いでさ、3時間しか寝てねえ。教授、先生ですね。先生の、大学の先生のことを教授と言いますね。教授の実験の手伝いでさ、3時間しか寝てねえ。寝てねえは、寝てないの砕けた表現、カジュアルな表現ですね。寝てない、寝てねえ。どちらかというと男の人の方が使う表現です。寝てねえ。そしてこちらの人が言います。じゃあ僕の勝ちだ。今どちらが寝てないかっていうことを話しているから、僕の勝ちっていう人はこちらの方が寝てないっていうことです。次、2時間しか寝てないと言っています。2時間しか寝てないっていうことは2時間だけ寝たっていうことですよね。でも顔はね、晴れやかな顔、にっこりしてね、楽しそうです。はい、この人がこの漫画の主人公ですね。斉藤くんですね。斉藤くん。A6 大学医学部卒業から3ヶ月。僕は今 A6 大学附属病院で研修医をしている。A6 大学の卒業式が最初のところでありましたね。それから今3ヶ月経っています。そして、今研修医をしています。インターンですね。A6 大学の病院で研修医をしている。チューっていう音がしています。チュー。これは注射をしている音でしたね。そしてこれは、多分、このインターンの人を見てくれる、指導してくれる、教えてくれている先生でしょうね。ほら、斉藤、注射するのにいちいちそんな顔すんな。これは斉藤さん、インターンの斉藤先生が注射をしているんですね。その時にこんな顔になっちゃうっていうことですね。お医者さんはこんな顔しませんよね。あ、いちいちっていうのがありますね。いちいちっていうのは一回一回、いつもいつもっていうことです。注射するのにいつもそんな顔すんな。すんなっていうのは、するなの砕けた表現です。カジュアルな表現です。いちいちそんな顔をするなということですね。砕けた表現では顔をが抜けたり、このするながすんなになったりします。はい、小回りはここが切れてますから、こっちが1、こっちが2ってなりますね。はい、研修医というのは要するに見習いだ。見習いっていうのはまあ一人前、まだ一人でできるような感じではなく、他の先生のしていることを見て勉強する人、そういう人のことを見習いと言いますね。まあインターンですね。はい、見習いだ。医者になるには大学で6年間医学を学び、医師国家試験に合格しなければいけない。医者になるために大学で6年間勉強するんですね。もうこれは終わってるんですけど、
そしてその後に医師国家試験に合格しなければいけない。これは、お医者さんになるための試験です。そして国家試験っていうのは、お医者さんとか、他にもいくつかそのスペシャリストの仕事、例えば美容師とかね、日本では美容師も国家資格といって、国が決めた試験に合格しないと美容師になれません。それから、他にも調理師、シェフですね。それから税理士とか税金の、計算をしたりする税金のコンサルタントみたいなお仕事をする人を税理士っていうんですけど、そういう人も国家資格です。この国家資格を持っていないと、お医者さんだったら、ね、医者をすることができません。ところがその国家試験は医学の知識を見るもので、実技試験などは含まれていない。これは、大学で6年間勉強した時に勉強してからこの国家試験を受けるんですね。大学のごめんなさい、医者になるための試験を受けるのですが、この試験は筆記テストなんですよね。筆記テスト、書いて答えるテストで、実際に、手術するとか、それから、例えば注射なら注射するとか、そういう、実際に医者が行うことをテストしたりしない実技の試験は入っていないんです。実技というのは実際に技術を見せる試験のことですね。そういうものは含まれていないんです。そこで医師免許を取得した者の大半はその後2年間大学病院などで研修をする。医師免許というのは、お医者さんとしてのライセンスのことです。医師免許。車を運転するには運転免許が必要ですね。同じように医者として仕事をするために医師免許が必要です。医師免許を取得したもの、取るということですね。医師免許を取った人の大半っていうのはほとんどという意味です。大半はその後2年間大学病院などで研修をする。つまり免許を取ってからあと2年研修しないといけないんですね。そして、もっと術野を広げろ斎藤。はい、術野というのは手術をするための、エリアですね、スペースです。だから、今、私こここれは外科の手術の、シーンがここにあるんですけど、私カットしました。だから中が見えなくなってますけど、つまりもっとスペースを空けて手術がしやすいようにスペースを空けろと言っていますね。手術の、アシスタントですねをした後にランチの時間ですね、お肉を食べています。これは、主人公の仲間ですね。研修医の仲間です。この人が、手術の後でうまそうに飯を食ってる自分が嫌だ。手術の後でね、人間の体の中を見た後で美味しそうにご飯を食べている。飯を食ってるっていうのはご飯を食べているという意味です。飯というのが、ご飯の砕けた表現ですね。で、食うっていうのは食べると同じですが、これも、とてもカジュアルな表現です。手術の後でうまそうに飯を食ってる自分が嫌だ。こういう自分のことを嫌になるなって言ってます。なあ斉藤、俺はこのままでは人の心をなくしてしまう。
このままでは、人の心をなくす、人間らしくなくなってしまうということですね。で、斉藤くんは、斉藤くんも食べています。チュルルという音をさせて食べています。ね。何言ってんだよ。日本の医療を支えてるのは僕たちなんだぞ。日本の医療、これはお医者さんが行うことでしたね。医療を支えている、サポートしている、守っているっていうことですね。支えているのは僕たちなんだぞ。とても明るい性格ですね。はい、友達はてん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 となっていますね。1日平均労働時間16時間、月給なんと3万8000円。1日の平均が1日の、労働時間、働く時間の平均が16時間。1ヶ月間に働いた時間を、働いた日で割ったらだいたい1日あたり16時間仕事をしている。そして月給、お給料ですね、サラリーですね。お給料はなんと3万8000円。なんとっていうのは、驚きが入っていますね。なんと、たくさんもらえて驚きじゃなくて、少なすぎて驚いてるんですね。なんと3万8000円。今いくらでしょう。多分大学を卒業して普通に会社に勤めた場合の初任給、初めて仕事をした人のお給料というのはだいたい多分23万から25万ぐらいじゃないでしょうか。そこから年々上がっていくんですけど、そうすると3万8000円というと、普通の大学を卒業したばかりの人がもらうお給料の何分の1、7分の1ぐらいですかっていうことですね。とても少ない。日給ではなく月給である。日給ではなく月給であるっていうのは、1日にもらえるお金じゃなくて、これは1ヶ月分のお金だと言っているんですね。3万8000円が。はい、そしてこれもまたオノマトペです。シャコンシャコンと言っています。これは、自転車で走ってるんですけど、坂だからすごく力を入れて走ってるですね。だからシャコンシャコンシャコンっていう音がしているんです。うちの病院の待遇が特別に悪いわけではない。待遇。待遇というのはお給料とか、それ以外の福利厚生といって、例えば、お給料プラス、いろいろな、会社でもらえるベネフィットがありますね。このことを待遇って、全体お給料プラスそういういろいろなもののことを待遇って言うんですね。ベネフィットのことですね。それが特別に悪いわけではない。特にうちの病院がお給料が低いわけじゃないということですね。国立ではもう少し高いらしいが、私大病院の研修医の月給は10万円以下のところが約7割を占める。国立病院、国が持っている病院ですね。そこではもう少しお給料が高いらしい。私大病院っていうのは私立の大学の病院、プライベートの大学の病院ですね。私大病院の研修医の月給は、みんなほとんど10万円以下だ。7割が10万円以下、7割は70%、70%のことです。
70% がみんな10万円より少ないお給料だと言っています。その給料で寮も食事もないんだから生活できるわけない。その給料で寮というのは、会社が用意してくれるアパートみたいなものですね。会社が用意してくれてみんなその仕事をしている人が住むことができるところ、そういうところがない。食事もない。だから、えーお給料がすごく低いけど会社で住むところも食べ物も用意してくれていない。自分で払わなければいけないから生活できるわけない。でっていうのはそれでという意味ですね。で、さあ今回の漫画はどうだったでしょうか。面白かった、難しかった、いろいろな感想があると思います。あなたの感想をぜひコメントで教えてください。それから何か漫画の中の表現で難しかったところ、質問がある方もコメントに書いてくださいね。どんな形で答えるかまだ決まっていませんが、コメントの返事にするか、それともまとめて動画を作るかまだ分かりませんが、何かの形で質問に答えるようにしたいと思います。普通の感想でも大丈夫です。漫画を読んでみてどう思ったかぜひ教えてください。フィードバックをもらうと励みになります。またこのチャンネルにまだ登録していない方はぜひ登録してくださいね。グッドボタンもよろしくお願いします。じゃあ今日はこれで終わります。またね。